はい。じゃあね、夏野さん、今日はどうもありがとうございます。まず、夏野さんの、あの今までどんなことをしていらしたのかとか、手短にっていうか、はい。スナップショットみたいな感じではい。聞かせていありただければ。がとうございます。はい。私は、アフリカ、サブサハラアフリカの、いろんな国で、トータルで13年ぐらい過ごして、で、今はスイスのジュネーブに、います。ちょうど1年ぐらい前から来ています。で、今までのそのお仕事っていうと、一番例えば直近の仕事であると、コンゴ民主共和国のその東部にあるビルンガ国立公園っていうところがあるんですね。で、そこうん、は、紛争地にある国立公園ということで、天然資源であったりだとか、それから生態系がとても豊かなところになるんですけれども、そこで、どのようにしたら、戦争とかその貧困なんかがある中で、地元の人の生活を、生活の質を向上させながら、地球、その資源を守ることができるのかっていう、そういう団体で私は働いていました。で、今までその、系統で言うと、その環境問題と、環境問題もしくは環境と、それからその経済、ビジネスとかバリューチェーンとかそういったところと、融合させたような、それがテーマで、主に、うん、そうですね、紛争地域で、いろいろと、働いてきました。紛争と経済と、環境というと、三つの全然違うん、うトピックに思えるかもしれないんですけど、実はこの三つめちゃくちゃつながってて、で、そのつながりが私の中ではすごく面白いなっていうふううにずっと前かん。ら思っていたので、あの、はい。働いてきました。どうもありがとうごうん。ざいます。で、今私見たら、一番最初に私とね、なんかコーヒー飲んだじゃないですか。あれって、2023年の終わりの頃なんですよ。もう2年半前ですか。そうですね。あっという間ですけどね。ね、あの時、コーヒー飲んだ時はそういう感じなかった。ね、本当はただ、一緒にお話しましょうって感じだっうたと思うんですん。が、その後ね、一緒に、コーチングを私がしてるってことで、コーチングをしましょうっていうことになりましたけど、どうしてコーチングってあの時、あの、思われたんですかね。だからその時の自分は、今もそうなんですけど、その時の自うん。分は、本当に、地図さんと私が会った時の自分の状況をちょっと簡単に説明すると、はい。私は、今後の仕事はそれなりに、楽しかったんですけれども、ヨーロッパに、移住というか、ヨーロッパのどこかに、引っ越しをしたいなっていう思いが強くあった時期で、で、ただしそれをどこから始めればいいのかが全然わかんなかったんですよね。で、多分その時やっぱり紛争地域でやっぱりずっと、しかもその現場の本当、本当最先端、最前でやってき、最前列そのフロントライン最先端。でやってきうん。て、はい。で、やっぱり毎日とても忙しいですし、毎日本当にいろんなね、危険なことがたくさんあったりとかで、とてもじゃないけど、自分の将来を考える気持ちの余裕が本当になかったんですよね。うん。で、ただそんな中で、私の場合はヨーロッパに引っ越したいって思いがあったりだとか、あとそのヨーロッパに引っ越したいっていう理由の、一番の大きな理由っていうのが、私はやっぱり、家庭を持ちたいなっていう思いがあったので、で、紛争地域にずっといると、やっぱり出会いが全然、そのね、一緒に家庭を築けるような人と出会う機会もないですし、だから自分の人生で目指したい方向と自はい。分の目の前の現実がもう毎日どんどんなんていうの乖離してるというか、その乖離がどんどん大きくなってってる感覚がすごくあって、そうすうん。ると私の場合すごい余計に焦っちゃって、うん。で、もう余計に頭がぐちゃぐちゃになっちゃって、それでどうしようみたいな感じでなってたんですね、ちょうど。で、知事さんにその時お会いして、で、もう本当に今でも覚えてるんですけど、その時も頭の中がもう焦りだけが残っちゃってて、焦りと混乱というか、どうすればいいんだろうみたいなのがあったので、で、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、で、コーチングを通して、その自分の
頭の中のこう整理をしたいといはい。うふうに思ったのと、あうん。と、その時結局自分が何がやりたいのかも全然わからなくて、で、自分の強みとか長所とかっていうのも全然わからなかったので、なんかこうそういうのが見えるきっかけになったらいいなというふううにん。思って、で、はい。しずさんのコーチングをやってみることにしました。なるほど。ある意味、まあ、過渡期と言ってしまうと、ちょっと簡単かもしれないけど、いろんな意味での、まあ、過渡期にいらしたっていう感じなんですね。キャリアそうですと家ね。族のこと、今後うのこと、ご自ん。身のパーソナルライフのことを考えたりとか、で、そういったことで過渡期にいらしたっていうことですね。うん。そうですね。はい。どうもありがとうございます。で、あの時お伺いしたのは、以前にもコーチングは、まあ、全く違う場面うん。でだったのかもしれないんですが、受けたことはちょっとあったってそうですね。おっしゃいまありました、ありしたよね。ました。ね。で、私のところに来てくださって、で、なんか体験セッションをしてくださったのかな。で、その後におっしゃってくださったことをよく覚えてるんですが、やっぱりなんか、似たようなコンテクストにいたことがあうる人だん。と、話しやすいみたいなことをおっしゃってくださったことがあったとはい。思うんですね。そのことについてもう一回お伺いしていいですか？あ、どういはい。うことだったやっか。うん。ぱりなんか私が今までいた場所が結構特殊な場所なので、特殊っていうのは、紛争地域で、何にもないところで、その物質的に、物理的にもそうだし、何にもないところで、しかもね、まあ、治安もそこまで良くないというか、治安がむしろ悪いようなところで、はい。いるっていうのは、やっぱり、こう、それを経験した人じゃないとわからないいろんなことがあると思っていて、もちろんそれうん。はその心理的なものもそうだけど、その、例えば、私はチズさんですごく話しててピンときたのが、やっぱり、チズさんもその私と似たような年齢の時に、まあそういう場所にいて、で、やっぱり似たような葛藤が多分あったと思うんですよね。その仕事をどうしようとか、その子供をどうしようとか。はい。うん。で、やっぱりそういう葛藤を一度経験してる人じゃないと多分、わからないだろうな、みたいな。多分、日本に例えばいたりだとか、その他の、例えばニューヨークとか、そういったジュネーブとかにいる人でも、その仕事とそのプライベートの両立っていうのは、皆がこう、特に女性は悩む、課題かなっていうのは思うんですけれども、そこでさらにやっぱり自分のその状況が、特定のかなり特殊な場所にいるってなると、やっぱそこでまたちょっと違う悩みだとか、それこそなんだろう、私の場合だと本当にもう、目の前の状況にこういっぱいいっぱいになっちゃって、全然自分のことをそもそも考えられる状況にいないとか、なんかそういう細かいところはい。が、こう、説明しなくても分かってくれる人っていうのはすごく貴重だなっていうふうに私うは思ってん。いて、はい。はい。どうもありがとうございます。もちろん、コーチは、トレーニングを受けて、サーティフィケーションに受けているような人たちは、で、一定のスキルが必ずあるわけですけども、私がね、今お話聞いて改めて思うのは、それってやっぱり心理的安全性なのかなと思うんですよね。やっぱり、話せば分かってくれる、どんなコーチでも、で、スキルがあるんで、言語化の相手にはなる。うもちろんん、傾聴してくれるんだけども、これを話しても、すぐに分かってくれるだろうっていうう、そん、の最初の部分での、なんていうのかな、安心感っていうんですかね。うん、うん、それがやっぱりコンテクストを知っているコーチならではの、まあ、そこのスペースに持ってこれる安心感なのかなって、そうです改めて、ね。それもあるし、思いました。あとは、ね、例えばちょっと自分が例えば抱えている葛藤を一つにしても、こう、最初から、実はこういうことがあって、この国ではこういうことになっていて、で、私の日々の生活はこんな感じで、っていう感じで、こう、いちいちこう説明しなくても、こういううん。葛藤があるんですの一言だけで、もうピッてこうお互いにも分かり合えるみたいな。はい。なるほど。いや、どうもありがとうございます。そういうことなんですね。やっぱコンテクストが分かっているコーチの、なんうかん、利点というか、まあいいところみたいなことですかね。で、実際にもうね、かなりの数を、
ね、何度かフェーズがありましたよね。最初のうん。フェーズのコーチングパートナーシップ。で、少し経ってもう一回とかいう感じでやってきてると思うんですけども、本当に正直にっていうか私のコーチングのスタイルがどんな感じでしょうか？どんな印象を持ちました？うーん。なんかこう、地図さんはすごく、こう、私の使う言葉一つ一つであったり、目の感じとか、その何かを言う時の表情とか、そういうのをすごく細かく見てるなっていう印象がすごくあって、やっぱり自分の中で、こう、自分の世界に閉じこもってこう考えてることって、まあね、たくさん、まあ誰でもあると思うんですけれども、やっぱりそれを客観的に見てくれる、それも考えを客観的に見てくれるだけじゃなくって、その時のその私のその表情とか使ってる言葉とか声の感じまで見てくれていて、そこはやっぱりなんかこう、例えば、私結構友達ともこう、ね、お互いに悩み相談し合う友達とかも、まあ結構いるので、はい。話はしますけれども、やっぱりそこがなんかその地図さんとそのなんだろう、お友達との違いかなっていうふうにはうん。思います。うん。そうですね。コーチはやっぱり、なんだろう。ノンアタッチメントというか、もちろんノンジャッジメンタルで、オブザベーションをね、共有して、今こんな感じがしたんですけども、どうですかって必ず聞くんですよね。で、そこのところがやっぱり普通のお友達とか、との会話でのアドバイスとか、ね、そういう家族とかもあるかもしれないけども、の違いですかね、コーうチングっていん。うもののね。はい。で、2年半ぐらい経ってるわけですけど、最初にお会いしてからね。どんなコーチングを通して、で、ナズンさんは他のね、タイプのサービスっていうんですかね、もう、受けてらっしゃった時もあると思うんですよね。コーチングっていうことで言うと、どんな変化、ご自身にとうーか気づきとかあん。りました？なんだろう、こう、私セラピーと比べてっていう感じですよね。そう、私セラでも、ピーも、うん。並行してやっていて、はい。で、両方すごく大切だなっていうか、自分にとってはすごく重要だなっていうふうに思うんですけれども、なんかこう、コーチングの場合は、割とその話したことがそのアクションにつながりやすいかなっていうふうには考えてますね。うん。その、コーチングのそのセッションの中で、じゃあ、よくね、最後の方に、じゃあ、そのために、これを実現させるために、今日から何をするっていう、そういう話になると思うんですけれども、セラピーの場合ははい。全然、そんなこともないので、すごくいいなっていうふうに思っていて、で、あと、コーチングの場合は、今、自分が考えていることっていうのをうん。話すじゃないですか。はい。私これ、ちずさんと話すたびにいつもびっくりするのが、なんかうん。例えば3ヶ月、例えば1回話をして、で、そのね、次に話をして、その話を3ヶ月ぐらい続けるとして、その3ヶ月だけでも結構自分の中での考えの変化の幅が結構大きいんだなっていうことに、やっぱり、はい。ちずさんとお話をすることを通して気づかされることが結構多くて。っていうのはやうん。っぱり、ね、自分の中では結構その毎日、考えてるから、あんまりその変化に気づけなかったりはするんですけれども、やっぱり同じ人と定期的に話をすることで、それも過去の話とか、過去の嫌だったことの話とかじゃなくて、今自分がどうしようとしてるのかっていうのを話すことで、こんなになんか自分の考えってくるくる変わるものなんだって、なんかそういう気づきになれたのは、すごく大きいかなっていうふうに。いかになんか自うん。分の考えてること、これから何したいとかそういうことを考えてることが、こなんていうのかな。そこまで変わらないものでもないから、結構それが結構変わるものなんだなっていうことが分かっただけでも、あの、かなり、肩の力を抜いて考えられるようになったというか。はい。うん。ね、同じ人と違う時期にというか、ね、話すことで、
で、もちろん、あの時はああいうふうな話してたよね、みたいなこともなるじゃないですか。そういうこともお聞きするし、うあと、ん。やっぱりコーチングの、コーチのスキルとして、ね、あの時、こういう価値観うについておっしゃっん。てましたよね、とか。で、最初に書いていただいてるね、質問票みたいなのもありますうし、あん。の時はああいうふうに書いて、これって夏野さんにとっての大事なことなんですよね、みたいなことをちょっと思い出してもらう。私自身もこう思い出すんで、それを共有してるだけなわけですけども、そうすることによってご自身の、あの時はああだったよね。今こんなに変わってたとか、あるいは、あの価値観はやっぱり変わってないねっていうことかもしれないしっていうところですかね。今おそうです話聞いてるね。とね。で、セラピーは本当、あの、どちらかというと過去のことうをね、ん。で、過去にことで何か引っかかっていることというか、それがトラウマになっていたりとか、ご自身のか、考え方のなんかもうパターンを作ってるとか、うそういったもん。のを掘り下げてみる。どんな出来そうです事があったのね。かとかね。うんうん。どっちかというと過去を振り返ってみる、作業で両方本当すね。になんかこう全然違うなっていうふうに感じていて、なはい。んだろう、コーチングワードってすごくいいなって思ったのが、私の場合、結構直感型なので、ちっちゃい頃から直感に従って、特に大きな決断に関しては、例えば大学どこに行くとか、どういう仕事に就きたいとか、部活何やりたいとか、そういう決断は本当にもう悩まないっていうか、本当にもう直感でこう空からこう考えが降ってくるような感覚が結構強かったんですね。はい。で、今までそれでずっとやってきて、ただ、ここ本当にもうね、5年ぐらいで、なんかその直感の声が本当に聞こえにくくなっちゃってるなっていう。で、それがこう聞こえないから余計に焦っちゃって、うん。で、あと私の場合だと結構いろんななんかもうなんだろう、自分のその直感がわからなければわからなくなるほど、いろんな選択肢を、いろんなデータを使ってはい。吟味するんですよ。やっぱ自うん。分のその決断に自信が持てないから。で、そうなっちゃうと余計にこう頭がこんがらがっちゃうっていうか。でもコーチングはなんかそういう時に、すごくこう、特に直感がわからない、なんか直感でこうだっていうふうに見えにくい時にこそ、すごくこう、有効なのかなっていうふうにうん。思います。はい。はい。直感ってとっても大事なんですよね。コーチングにおいても。なんかもうコーチの方でも、ふとこう直感が降りてきていることも、クライアントさんのことを聞いた上で、その聞き方のレベルの一つなんですよね。直感をこう感うじて、ん。それを差し上げるっていうのも、本当は私たちって思考に入りやすいじゃないですか。今の世の中、特にこういろんな物事とか書いてあることを読んでとか、いろいろ考えて決めないと、みたいな感じ。それももちろん大そうですね。事なんですけども、特に直感を大事にしてきたという方であれば、そこに戻っていく方法として、それを思い出すっていうか、っうん。ていうこととしてね、コーチングのセッションを使うっそうですていうこともね。あるのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。現在のお仕事っていうか、お仕事というか、今活動っていうかね、今やろうとしてることですよね。と、日常生活ですよ。今、まさに、2年半前とは違う夏野さんがいらっしゃるわけですけども、この現在の夏野さんにとってコーチングってどんなものですか？どんな影響があったか？そうですね。なんはい。か私、なんかうーん、まあ大体今からもうすぐ2年になるのか。まあ2年弱、1年半ぐらい前に、前のフルタイムの仕事は辞めたんですね。で、それ以降、一応その自分の中のそのアイディアとしては、まずは今、パートナーに出会いましたので、で、パートナーがジュネーブに住んでることもあって、今まで、そっちを優先しては来なかったので、それを優先させるために、まず場所を変えるっていうのは一つ
やって、で、その上で、まあ、最初であれば、本当は、なんかそのジュネーブで、また別のフルタイムの仕事を、まあ、フルタイムもしくはフルタイムのような、まあ、割とこう、安定したというか、まあ、仕事を、まあ、見つける。で、それまでは、例えば単発の仕事をプロジェクトベースでやったりだとか、あとは私実は3年ぐらい前に、小さなエグレゴールっていう団体を、共同設立しているので、そのエグええ、レゴールを、の運営なんかを見ながら、自分のその専門性を生かしたプロジェクトに関わるっていう、まあ、そういうビジョンを持って、うん、まあ、ジュネーブに来まして、ただ、はい。やっぱり多分特にこの開発とかその人道セクターで働いてる人はみんな抱えてる問題だと思うんですけど、やっぱりトランプ政権になってから、全然なんていうか短期のプロジェクトもすごくなくなっちゃったし、それから、安定した仕事とか、そのジュネーブでの就職活動っていうのも、本当に難しくうん、なっていて、で、なんかもともと自分が考えていた、計画していたこととは全然なんか違うように、ことが進むようになっていはい。て、うん、すごくやっぱり、もどかしく感じたりだとか、ストレス感じたりだとかもあるんですけれども、やっぱりはい。コーチングのおかげで、こじゃあそもそも自分は何がしたいんだっけとか、あとは、まあ、こういう状況、まあでも状況やっぱり変えられないから、で、そうん、の中で一番ベストなオプションっていうのは何だろうっていうのを、まあ、考えるための、なんていうか、いい伴奏はい。になっているというか。で、やっぱり、こういう状態が私の場合は本当1年ぐらい続いていて、今まで実はそういうことってなかったんですよね。だからこんなになんか仕事見つかるっていうか、のが難しいっていうのが、幸い今までそこまでなかったので、やっぱり、そういう、なんていうのかな。それに慣れるのにもすごく時間がかかったし、なんかなかなか思う通りにことが進まない、自分を許すのもすごく難しかったし、なんかせっかくなんか今後の大変な状況から抜けて、安全な場所に来て、で、自分のことを考える、心理的なスペースができるかなと思ったら、今度はまた別のことで、結局その心理スペースがなくなっちゃって、で、またいっぱいいっぱいになっちゃってっていうことが結構この1年あったので、うん、で、そんな中でやっぱり改めて、直感をやっぱりね、いっぱいいっぱいの時って降りてこないと思うので、なんか、そんな中でそのコーチングを通して、直感が降りてくるというか、その直感を自分で気づくことが、できるような、あの、なんかそういう、なんか直感に気づくのをお手伝いしてもらった感じうはすごん。くあります。はい。ね、本当世の中いろんなことが起きますよね。自分が予想していたとか、あ、こういうふうになることを想定して計画を練ったりとかね、してたかもしれないけれども、その通りになることって本当なくて、そんな中で、ご自身の軸を思い出すとか、そのお手伝いをするっていうんですかね。その軸は変わらない軸はあって、で、そこに思い出すにあたってやっぱ直感って大事だし、で、そのセッションの中でそんなことを振り返る。こんなことって大事だったよね。う軸ってん、何だって本当に大事なこと、まあ状況はいろいろ変わってきたけども、その中でも変わらない本当に大事なことって何でしたっけみたいなことも含めて、改めてね、そういう会話をして、あと言語化することって大事ですよね。やっぱうん、それ分かってても、そうなんですよね。ね、言葉にうん。改めてする、誰かに聞いてもらうっていう作業。そのあたりどうですか？やっぱりあ、もうま違います？さにその通り、言語化はすごく重要だと思うし、言語化して初めてうん。認識できるじゃないですか。これがあるっていうのが。なんか、はい。言語化の前はただのモヤモヤだったのに、ただのモヤモヤ、それからもういっぱいいっぱいになってる、よくわからないぐちゃぐちゃな感じから、言語化することで、あ、これがあるからとか、これがあるからっていうので、なんだろうな。言語化するだけで、
課題がこう、はっきり見えるようになるっていうか、うん。はい。それはすごく重要だと思うし、やっぱ本当、ちちさんと話してて、いつも思うのが、なんかこう、ちちさんが、その、こうなんじゃないですかっていうふうに言ってくれて、あ、そうだよね、みたいな。なんか別にそれは、なんかこう、全くもって新しいことじゃないんですよ、全然。自分のうんうん。中にずーっとあったものなんはい。だけれども、自分の中で、これっていう、こう、認識ができていなかった何かのモヤモヤが、こう、そういうふうに言われて、あ、そうだな、そういえば、みたいな。なんか、で、それが逆になんかこう、自分の中でこう、一人でこう考えてる時も、確かにそれに近いような、こう、言語化に近いようなことはできなくもないんだけれども、うん。まあ、私の場合はやっぱり、こう直感で動けてない時ってどうしてもその自分の考えすらこう、あまり信用しきれてないところがあるので、はい。改めてその第三者から言われて、あ、私の、なんだろう、考えてたことって間違いじゃなかったんだな、みたいな、なんかそういう、なんかこう、言語化できて課題がはっきり見えるっていうのが一つあるのと、あと、あ、今までのその自分の考えてた、自分の中で悶々と考えてたこととか、こうじゃない、こうなんじゃないかなっていうふうに考えてたことっていうのは、間違いじゃなかったんだっていう、なんかもっうとこう自分のん。考えに自信を持てるようになったとはい。か。ね、アクノレッジメントの力というか、こう、言語化することによって、すでにあるものがこうはっきり見えるというか、目の前にこう、示されるわけですね。あ、やっぱりこういうことだって、あ、これを自分考えてういたよねん。とか、改めては感じいることができるってことですね。ありがとうございます。じゃあね、コーチングっていう言葉って、最近、私、あんまり使わないようにしようかなとか思ってたりするんですよ。振り返りの伴奏とか、そういったもののがなんか、わかりやすいかなとか思ったりするんですけども、コーチング、なんか面白そうだけど、どうなのかなってちょっと迷ってる人とか、そういった方、どんな方にとってコーチングっていいと思います？うーん。なんだろう。割とこう、自分の考えに、そもそもまずコーチングが効く人って多分、普段からいろいろ考える傾向にある人みたいな。なんかこの自分これからどうしようでもいいし、日常のことでもいいですうん。し、なんかこう、いろんなことにこう疑問を持ったりだとか、いろんなことにこう、好奇心を持っている人ってすごくコーチング合うんだろうなと私はすごく思うんですけれどはい。も、でもそれだけじゃなくって、こう、自分の考えにどうしても自信が持てない人とか、うん。あの、たまにいるじゃないですか。だから本当自分の考えにもうすごい、こう、確固たる自信を持って、はい。これだって、なんか、そのフェーズにいる人はもしかしたらコーチングそこまでいらないかもしれないけれども、でうん。も、そうじゃないフェーズになった場合だとか、なんかそもそもなんかもともと自分の考えとかアイディアにあまり自信が持ててない人にはすごくいいんじゃないのかなっていううふうにん。思います。あとは、他の人の話がこうスッとこう入ってくる人、なんかなかなかやっぱりどうしても入ってこないこととか入ってない人とかもいるかもしはい。れないけれども、割とうん。なんかこう素直にというか他の人の言葉を頭とか心に入れて、で、自分なりにこう、あの、それを料理できるというか解釈できるというか、はい。はい。人はすごく効果はあるんじゃないのかなとう思います。ん。どうもありがとうございます。今、夏野さんがおっしゃってくださったのはもう、コーチングの理想的なクライアントというか、あ、そうなんそういう感じの、ですね。どちらかというとそうですね。でもね、本当自分の考え、やり方にもう100%信じて疑わないタイプの方もいるし、あとはなんか人がどう言おうと、自分はここに行くっていう方もいらっしゃると思うんですね。でもそういう方の中にもコーチングを使っている方はいると思うんですうね。それはん。すごいなと思うのは、やっぱりこう、確信ありつつも、でもちょっと立ち止まって、
自分の中をちょっと振り返ってみようっていうのってどんな人にも大切だと私は思うんですね。うん、どんな職業、どんな年齢、どんうん、な、ね、ライフステージにいる方にとっても大事だと思うんですね。ちょっと立ち止まって、心の中にあることをちょっと出して、それこそ言語化して見てみよう。そうするとなんか違う風景が、違うなんか見方が出てくるかもしれない。うなんかそれっん、てどんな人にも大事だなと思うのうで、うん、ん、そういう方々にもぜひコーチングを試していただきたいと思いますね。はい。で、最後にこれ、もし、ちょっと聞いてみたいなと、ナスノさんに、聞いてみたいなと思ったんですけどね。最近ね、みんな AI を使ってるじゃないですうか。ん、私ももう使ってます。AI なしではもういろんなこともうできないんじゃないかって思うくらい使ってるんですけども。で、AI がコーチングにうも使ん、われてきている。で、そのうちもう人間のコーチなんてやっぱりもういらなくなる、あるいは役割がだいぶ変わっていくだろうって言われていたりするんですね。安野さんどう思います？うん、なんか、私も結構なんだろなんだっけ、クラウドに、自分の、その、悶々だったりだとか、それから、それこそどういう仕事がそもそも自分に合ってると思うかとかも、そのレベルの質問なんかを、こう、投げかけたりだとか、で、まあ、もしくは、まあ、投げかけるとか、私は AI には絶対に、あまりオープンクエスチョンはしないようにして、AI に考えてもらうことは絶対にしたくないんですけれども、はい。AI に、いい質問を投げてもらって、で、そうん。れで自分の考えをこう整理するっていう意味では、クラウドをたまに使ったりとかはしてるんですね。うん。で、そういうなんかこう、自分のなんか考えをまとめたいだけとかであれば、使えるかもしれないけれども、でもやっぱり、なんだろう。でも、例えば、まあ、これからもしかしたらそういう AI もできるかもしれないけど、私の目の動きとか声の監視とかそういうのもキャッチして、こうなんじゃないですかっていうふうに言うっていうのは多分まだできてないと思いますし、うん。あとはなんだろう、とはいえ、やっぱり AI じゃないですか。なんか、はい。なんだけど。とはいえ、やっぱり AI だからなんかうん。こう、なんか考えをまとめるのはいいとしても、私の場合はなんかあんまりなんか AI になんか、あなたはこういうことがしたんじゃないですかっていうふうに言われたところで、あまり響かない気がするんですよね、自分の中に。うん。で、やっぱりなんでかっていうと AI ってね、膨大な量の情報を持って、それを本当機械的にこう分析してるから、そういうことを言ってるのであって、でも、そうじゃなくて、やっぱり人間のコーチングのいいところって、さっき地図さんも言ってましたけど、そのコーチの方も直感に従って、やってるところが多々あると思ってういて、やっぱん。りはい。私も直感に従いたいし、地図さんみたいなコーチの方も直感で、こう、だからそれって多分なんか AI にはできないことを、うん。どんなにその AI の技術がこう、進歩してもできないんじゃないのかなっていうふうには思いまうす。だん。から、どうもありがとうございまうす。面ん、白いですね。この話はもう本当尽きないって感じなんです、最近ね。うん。でも、確かに私も今のところ思っているのは、こう私たち、コーチ、その人の人生経験とかあった上で、なんかの、なんかこの、なんていうのかな、こう、相乗効果の中でっていうんですかね、うポッとん、この直感がお互いに出てくるわけじゃないですか。で、そういうものってやっぱり、今のところは人間のコーチならではなのかなって、うん。うん、思いますね。そうですね。そうなんですよね。ね。AI の場合はなんかその経験とか、あとやっぱり人間どうしてもやっぱり何かをこう決めるときであったり、何かに対する考えを持つときって、データだけじゃなくて、8割私感情だと思ってて、やっぱり感情が揺れ動くからこそ、例えばこう、知事さんとこう毎月話をしていても、
なんかやりたいと思ってることがこう全然違ったりとかするわけじゃないですか。でも、そういうなんかその、なんていうのかな。うん。感情に流されるって言っておかしいけど、だから流されるところがたくさんある中で、でもだからこそ、私たちは、なんかこうで、何かをしたいと思うときも、なんか同じことに対しても、今日はやりたいと思うかもしれないけれども、それが来週そう思うとも限らないし、でも AI は多分そういうところまで汲み取ることはできないとは思うんですよね。うん、揺らぎのところですね。なんか今出てきたことは。なるほど。どうもありがとうございます。どうでしょう、最後に一言なんかありますか？どうもありがとうございました。今日はこいえのいえいえ会話を。いえ。うん。一言ってなんか、こう、誰に対する一言？そうですね。ね、そうですね。一言って言われてもって感じですよね。そうですね。コーチングに関して、これからこんな風に使っていきたいなとか。ああ、うん。なんか、そうですね。これからも、こう自分の中のなんかこの考えがどう変化してるのかっていうのの、まあ、チェックインじゃないですけれども、が、多分日々これからもいろいろバタ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 いろんなことが起きて、世の中もぐるぐる変わっていく中で、うん。変わるものと、自分の中で変わっていくものと変わらないものっていうのを、こう、見極める上でも、やっぱりコーチングを、私はこれからもお世話になりたいなっていうふうには思いますね。それ、まあ、頻度がね、どれぐらいかっていうのはわからないですけれども、でも、やっぱりすごく気づかされる点がやっぱりたくさんあって、で、その気づかされる点で、その、普段の行動が少し変わったりとかもうん。するので、うんはい。はい。はい。どうもありがとうございました。じはい。ゃあ、このカンバセーションはこのぐらいにしときましょうか。はい。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうごお忙しいとこざいましろを。た。はい。じゃあ、録音止めます。